皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは日本人である私が学習者の皆さんに向けて分かりやすい日本語でお話をするポッドキャストです。はい、ということで皆さんお元気ですか？この動画は今どういうタイミングで見てくれてるんですかね？仕事終わりとか学校終わりとか、あるいは一日の始まりとかですか？休みの日に日本語の勉強をしようと思って開いてくれている人もいるかなと思います。皆さんはね、休みの日って何をしていますか？私はね、20代前半だった時は結構本当に毎日、本当に休みのたびに友達と遊びに行っていて、仕事の疲れがね、あんまり取れない日とかも全然あったんですけど、最近はね、すごく仲いい友達が地方に行ってしまったりとか海外に行ってしまったりしているので、そんなにね頻繁に友達には会えなくなったなっていう風に感じます。でもね、その代わりに新しい友達ができたりして、そういう友達とね遊ぶことが増えたので、なんだかね、20代前半だった時と今30代の時では友達も変わったし遊び方も変わったなっていうふうに思います。はい。皆さんはね、もしかしたら海外で日本語を勉強しているかもしれないし、日本で日本語を勉強しているかもしれないと思うんですけど、やっぱり日本語を勉強していたら日本人の友達を作りたいなって思うと思うんですよね。やっぱり私もカナダにいた時はカナダ人の友達が作りたかったし、そういうね友達のおかげで英語に触れる機会とかも増えたなと思うので、皆さんもねやっぱり日本語を学んだからには日本語を話すチャンスとか欲しいと思うし、日本人と日本語を話して上手くなりたいって思っている人もいるかなと思います。はい。で、今回の動画ではそういうね皆さんが日本人の友達を作りたい時にどうすればいいか、みたいなお話をしたいと思います。チャンネル登録といいねボタンとコメントでぜひ応援をお願いします。はい。これはね、私自身が感じてることなんですけど、やっぱり大人になるほどに友達を作るのって大変になっていると思うんですよ。どうでしょうか皆さん。友達を作るのって大変じゃないですか？特にね、皆さんの場合は日本人の友達を作ることに難しさを感じている人もいるかなと思うんですね。日本にいる人もそうじゃない人もどうでしょうか？大人になってからの方が友達を作るのが難しいって感じているのは私だけでしょうか？まあね、でも厳密に言うと深い友達を作るのが難しいっていう風に感じているっていう感じかな。私の場合だと学生時代からの何でも話せるレベルの友達が数人いるんですけど、そのレベルの友達っていうのは大人になってからだとなかなか作りにくいなっていう風に感じているんですよね。でもね、これ新しい友達が作れないっていうよりは、正直そんなに作りたいとも思っていないかなっていうのがあります。で、多分これが答えなんですよね。日本人の私の答えはひとまずこれです。これはね、あくまで私個人の答えですよ。日本人全員の話はしていないです。一般論でもないです。私がこうだと思うよっていうあくまで私の意見だと思って聞いてくださいね。まあね、もしかしたらこれは日本人全体的にもそうかもしれないし、海外でも同じかもしれないし、全然その逆、いやいや大人になってからの方が友達作りやすいよっていう人がいるっていうのもわかります。だからね、あくまで私個人の話、あるいは私の周りの人たちの話、だと思って聞いてほしいんですけど、大人になるとやっぱり友達を作るって難しいなって感じている人が多いと私は感じます。で、これはね、やっぱり仕事が忙しいですよね。で、すでにいる友達と遊ぶのも忙しいですよね。で、プラス、私のね、年齢30代とかになると、特に
結婚をして子供がいるっていう人も多いので、そういう人たちを見ていると特に、大人になるほどに友達を作るために遊びに行く時間って、ほとんどないというか、減ると思うんですよ。だから大人になってから友達ができないっていうのは、なんか理論が通っているというか、珍しいことじゃないというか、理解ができることだと思います。友達をね、作ろうと思ってそもそも出かけている人っていうのが少ない、友達が作りたいと思っていないっていう大人が多い。だから仲良くなれなくても当たり前かなって思うんですよ。例えばね、学校だったらいつも一緒に行動できる友達が欲しいっていう人が多いかなと思うんですよ。でも社会に出ると共通点でもない限りは、友達を作って何するのっていう話になっちゃうと思うんですよね。でもね、やっぱり皆さんの場合は日本に一人で来ている人もいると思うし、新しく友達が作りたいっていう風に思うことってあると思うんですよ。じゃあね、そういう時にどうすればいいんだろうって私も考えてみたんです。で、私のね、個人的なおすすめは、まずどういうことを一緒にできる友達が欲しいのかなって考えてみることをおすすめします。例えば、週末にカフェ巡りができる友達が欲しいとか、アイドルの話ができる友達が欲しいとか、スポーツが一緒にできる友達が欲しいとか、いろいろね、あると思います。自分の興味があることって人それぞれ違うので、そういうのを一回考えてみる。これはパートナーの話じゃないですよ。あくまで友達の話ですよ。やっぱりね、大人になると一緒に楽しめることがある人じゃないと、また会いたいって思わないと思うんですよ。なんとなく会って何をするでもなく、ただ会話がしたいっていう人はあんまりいないかなと思うんですね。共通点もないのに何を話すのってなっちゃうから、それこそね、皆さんにとっては日本語の会話の練習になるかもしれないけど、日本人としてはやっぱりちょっとレッスンをしてる気分になっちゃったりしますよね。だからおすすめとしては、共通の趣味を持っている友達を探すことで、そのために趣味のコミュニティを探すことをおすすめします。これはね、私の経験談です。やっぱり趣味が同じ人同士が集まると、もう本当にそれって楽しいんですよね。もうね、永遠に趣味について話していられるから、やっぱり趣味は友達と共有した方が楽しいっていうことが多いと思うし、趣味ができてよかったなとすら思うと思います。私はね、もともとね、趣味があんまりない人だったんですよ。だから自分の好きなものが何かとかもあんまりよく分かってなかったんですね、昔は。で、それ自体を辛いと思っていた時期があったんです。でも大人になるにつれて視野が広がったし、それを自分の意思でできるようになったし、なんかそういうことをやっていくうちにようやく趣味ができたんですよね。で、やっぱり趣味を通してつながった人とは、なんていうのかな、たまに会うだけになったとしても、すごくね、気持ちのいい友達になれるというか、だからね、もし趣味がなければ、ぜひね、この機会に興味があることってなんだろうってちょっと自分に問いかけて、いろいろやってみるっていうこともおすすめします。で、そういうアクティビティに行ってみること。例えば私の場合は、ヨガをしに行くうちにヨガ友ができたし、オタ活オタク活動のことですね。オタ活をしているうちにオタ友ができたりしました。共通の趣味がある人ってやっぱり価値観が似てたりするから、やっぱりね、一緒にいてすごく楽しいんですよね。共通の話題でずっと盛り上がれるし、また会いたいなっていう風になります。あとはね、SNS を通して友達ができたことっていうのもあります。それもね、やっぱり同じ趣味についてやり取りをしているうちに仲良くなって友達になった、そういうパターンですね。ただ SNS って危険なこともあるんですよね。危険と隣り合わせというか、
だからかなり慎重にならないといけないから、皆さんにおすすめっていうわけではないです。危険察知能力に自信がある人と、自分のプライバシーをどこまで出すかっていうのをちゃんと考えて活動できる、っていうのであれば、やってみる価値はあるかなとは思います。おすすめはしないので、皆さん自己責任でやってくださいね。それからね、もう一つ、旅行先で友達を作るですね。私はね、フリーランスなので、パソコンを持っていろんな国に行って、そこで仕事をしながら暮らすっていうことをたまにやっているんですけど、そういう時って大体現地で友達ができます。予算的にね、安いからシェアハウスを選ぶことが多くて、で、そうするとそこにいるフラットメイトとはまずね、友達になりますね。フラットメイトってすごくいいんですよね。みんな同じ家に帰るじゃないですか。だからすぐに遊びに行けるし、いろんなことがね、一緒にできるんですよね。そこでみんなで料理を一緒にしたりとか、一緒にご飯を食べに行ったりとか、観光アクティビティをしたりとか。で、フラットメイト以外にもそういうアクティビティ、ツアーとかに参加したりとか、そういうことをしてみると、やっぱりそこにいる人と仲良くなったりとか、一緒に思い出作りをしているうちに友達になったりとかっていうことはあるかなと思います。だからね、日本に長くいる人とかもぜひね、観光っていうタイミングを使って旅行で友達を作るっていうのもやってみてもいいかなと思うし、自分のね、国にいて今日本語を勉強しているっていう人も、あえてね、そういう観光地に出かけてみるっていうのもありかなと思います。あるいはもう本当に日本人の友達が欲しいっていうんだったら、日本語学校とか日本人学校とかね、そういうところがどういうアクティビティをしているかっていうのをちょっと調べてみて、そういうのに参加をするっていうのもありかなと思います。私がオーストラリアに住んでた時とかは、夏にね、日本のお祭りをするっていうイベントがあったんですよね。もうそこは日本の屋台が出たりとか、日本のね、音楽を流したりとか、もうそういうイベントだったんですけど、そこってやっぱり日本人がよく集まっていたし、そこに来る日本人じゃない人もやっぱり日本が好きで来てくれているから友達になりやすいなっていうふうには思いました。もし私のチャンネルが人気になるとかそういうことがあったら、そういうコミュニティとかも活動としてやってみてもいいかなと思ってるんですよね。私のフォロワーさんたちもみんなでやっぱり仲良くなってほしいなって思うし、私ともね、そういうところで会話ができるみたいな、そういう機会とかを作ってみるのも面白そうだなとは実はちょっと思っています。この動画を見てくれている人の共通点ってやっぱり日本語を勉強しているっていうことだと思うし、日本の何かが好きっていう人も多いと思うので、友達作りにはもってこいな環境かなというふうに思っています。これはちょっと私の夢の話をしてみました。はい、ということで今回の動画では、友達を作るのが難しい、特に日本人の友達を作るのが難しいって感じている人に向けて、どういうところに参加すると友達ができると思うよっていうお話をしてみました。今日はちょっと日本にいる人だったら、活動しやすいのかなっていうお話によってはいたんですけど、もしね、皆さんが母国でこの動画を見てくれているとしても、例えばね、最後にお伝えしたみたいに日本語が好きな人たちが集まるコミュニティに行ったり、それこそ日本人が主催しているコミュニティを探してみたりとか、そういうことをして共通点を見つけていけば、多分ね、いい友達ができると思うんですよ。ぜひね、なんとなく友達作りたいなって思っているんだったら、行動してみると案外ね、楽しい未来が待っているかもしれません。はい。でね、こうやって新しい人と出会う時に、相手に対して敬語を使うべきか、タメ口を使うべきかって悩む時ってあると思うんですよ。そういう時にはね、ぜひ私が先日出した動画をね、見てもらえたら参考になるかなと思います。結論からお伝えすると、
私個人的な意見としては敬語を話すのがおすすめです。そういう話をね、この以前の動画ではしています。でもね、すいません。私の言い方がね、悪かったというか、言葉が足りていなかったみたいなんですけど、誤解してしまう人が多かったんですね。っていうのは、私がね、敬語を話すのがおすすめって言っているのは、あくまで敬語を話せて、タメ口も話せて、どっちも話せて、どっちにしようかなって悩んだら、敬語を選ぶのがおすすめですよっていうお話をしました。だから、敬語を話せなきゃいけないとか、敬語がね、100% 上手に話せなきゃいけないっていう話はしていません。そういう意味じゃないです。だから、例えば、どうしてもね、うまく敬語が出てこなくて、タメ口しか出てこなかったら、もう別にタメ口でお話をしていいと思います。多くの人が多分敬語をまず勉強してタメ口を勉強するかなと私は思ってたんですけど、そうじゃない人もいると思うので、タメ口なら話せるけど敬語は全く話せませんっていう場合だったら、もうタメ口でもね、すみません、タメ口しか話せないのでタメ口を話しますって最初に言えば、多分みんなも分かってくれると思います。でね、大切なのは話そうとする姿勢だと思うので、ぜひね、恥ずかしがらずに日本語を話すことを楽しんでほしいなと思います。ということで、今回の動画いいなと思ってくれた人はチャンネル登録といいねボタンとコメントで応援をお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。